こんにちは。また見てくださってありがとう。今日は何の話をしようかなと思って考えてます。そうですね、今日はね、皆さんいろんな形の結婚をしていると思うんですよね。いろんなご夫婦がいるし、いろんな形があると思います。私も一回結婚したことがあるので、結婚ってこういうことだったんだって思うわけじゃないですか。だから、私もほら、27の、6の時に、運命の人をもう見つけて、必死に結婚したら3ヶ月でこれは失敗と思うわけじゃないですか。だけど頑張るわけじゃないですか。その中で得るものって結構あるんですよね。で、夫婦っていろんな形があると思います。私も当たり前だと思ってます。で、私なんかはもう結婚ってこんなんなのって思って耐えてその間やっぱり仕事をも自分で始めてどんどん自分らしさ、自分の生活力、自分自身というものを作り上げていくわけですよね。これはその結婚生活の中で少しずつ学び、耐え、子育てもし、もう必死に頑張った18年間だったと思います。だからいつも言っているように私の結婚生活に後悔というのは一切ないんですよ。何も後悔ないんです。もうやり尽くした。だこの間も言った子育てもやり尽くしたい。子育てはあんまりやってないけど、一人前のバレエダンサーにさした。何でもそうなんですけど、すべて自分の人生に対して後悔はしてないんです。で、皆さんいろんな結婚の仕方があるので、どういう風にして最初の目的でね、最初はもう恋愛して、もう本当に素敵な人って私もそうでしたから、この人と結婚してなんて幸せって思った日はたった3ヶ月でしたけど、ね。だけど、そこからちょっとまだいろんな人生があるわけじゃないですか。でうちの会社さんにもたまにいるんですよね。先生、うちのお父さんたらさ、全くね、ありがとうも言わなければね、感謝の気持ちもないのよっていうの。へーって私が言うんですよ。じゃあさ、教えてあげる。感謝の気持ち、反対に言ったことあるのって私が言うんですよ。そうすると、ない。じゃあ無理でしょうって私が言うの。いつもそうなんですけど、皆さんね、与えてもらうことだけを考えるんですよ。与えることを考えないんです。だからいつも言ってるでしょ。言霊と一緒に愛してるって言ったら知らないうちに向こうから愛してるってくるでしょ。幸せって言ったら向こうから幸せって戻ってきますよ。だけどね、文句ばっかり言っててね、何が戻ってくるんですかって思いません？だから私はね、だから患者さんにね、分かったよ、じゃあ今日から愛してるとまで言わなくてもいいよ。もう結婚して20年もして愛してるとお前バカかって言われるじゃないですか。それはしなくていいよ。でもさ、ありがとうとかさ、まず自分がご主人さんに言ってもらいたい言葉を言うようにしようよって言うんです。で、もうね、先生そんなこと恥ずかしくて言えないって言うだからさ、自分も恥ずかしくて言えないことを人に言え、感謝の言葉を言えってのはおかしくないですかって思いません？私は絶対おかしいと思います。まず言ってもらいたい言葉は自分から言う。そして言ってもらえるようになるまで言い続ける。これいつも言ってるでしょ。やり続けろ。何でも決めたらやり続けろ。そしたら相手も変わってきますから、絶対に。その変わるまで、自分が変わらないと相手変わらないから。ね。でも自分も変わろうとしないのに相手に変わってもらおうなんておこがましい。それは無理。絶対に無理です。だから、まず、相手を変えたいと思ったら、このお父さんにちょっと優しい言葉をかけてもらいたい。ね。愛してるって言わなくてもいいけど、ね、大事にしてるよって言ってもらいたいって思ったなら、まずあなたから大事にする言葉を言ったり、幸せだよっていうことを言ったり、感謝の気持ちをね、ありがとうお父さん、今日も一日良かったね、お仕事も順調にできて、みんな元気で良かったよねっていう言葉を言ってあげてください。そしたらご主人さん多分今まで言ってないから、こいつどうしたんだって思うかもしれません。いいの。ずーっと言い続けたら慣れるから、向こうも。で、そのうちさ、慣れてくるわけじゃない、言われることに。そうすると、なんとなく向こうも気分良くなってくるんですよ。だって本当でしょ？だってさ、一緒にご飯食べててさ、ブスッとしてご飯食べてるよりもさ、お父さん今日は本当に良かったよね。今日は仕事も忙しかったし、お父さんも元気で病気もしないでね、子供たちも元気で仕事できて、ご飯も食べて美味しいよねって会話の中で、ご飯食べる会話の中で、本当にそうやってね、笑顔で。だからいつも言ってるでしょ、家の中で母親ってのは太陽であってほしい。ね。お父さんブスッとしてたら、お父さん今日何かあったの？ちょっと私聞いてあげるから言ってみてとかさ、そういう気持ちって、寄り添う気持ちって大事だと思うんですよ。寄り添う気持ち。この寄り添う気持ちがなくて、
私なんでこんなにご飯作ってんのに美味しいも言わないの？なんでって、いや、言うことばっかり、戻ってくることばっかり思っちゃダメ。自分が言ったら必ず戻ってきます。そしたらあなたたちの夫婦関係は良くなるよと思いますよ。いろんな患者さん来てね、いろんな話もするんですけど、この間は結婚したてだってね、本当に仲いい、まだまだ結婚して何ヶ月っていうご夫婦もいるんですけどね、その中でもたった何ヶ月なのにね、いろんなことを聞く時があるんですよ。だから大丈夫。女性っていうのはね、男の子の場合ですからね、その時はね、女性っていうのは女性ホルモンがね、バランスが崩れるとイライラするの。これはね、理解してあげてねっていつも言ってます。だからね、男性がそれを分かっていると、そうか先生、じゃあこの間は生理の前だったからイライラするのかって、そうだよって。だから、生理の前だな、だからイライラするんだなと思ったら、こっち言われても、具合悪いんだね、生理の前で気が立ってるんだねって逆に言ってごらんなさいって。そしたら向こうも、あら、この人分かってくれてるんじゃない、私の気持ち。そしたら向こうも優しくありません？だから相手がどういうふうに言ったかを受け入れて、だからその子が言うんですよ。なんか先生、言われたくないことばっかり言われるんだよね、気に入らないことばっかり言うんだよねって言うから、いや、それだから生理のホルモンのバランスで具合悪いんだって、イライラしてるんだって、自分の思い通りにならないことにイライラしてるんだって。だから相手が大人になってちょっと一歩とか二歩ね、ちょっと遠目目線で見て、今日はちょっと具合悪いんだな、今日はどっか会社で何かいろいろなことあったのかなって思ってあげたら、相手も、あら、この人私いい人と結婚したんだと思うよって思うわけじゃないですか。思いやりの心も大事。相手がどうしてああいうふうに言うのかっていうのも大事なんですよ。もしかしたら自分が悪い時もあるかもしれないじゃない。だからそう言うのかもしれないじゃない。でも自分が何も悪くしてないのにすごいイライラしてて、ボンボン言われた時に、今日は生理なんだ、じゃあ少し離れてよと思って離れればいいわけじゃないですか。そんなのにくっついてる場合もないんですよ。もういいの離れて。でもそれをどんどん相手を見る極め方、相手が今日何かあったんだなって思った時に、ちょっと相手に優しい言葉を言ってあげるとかなんかすると、向こうは、女性なんか簡単ですからね、男性も簡単だけど、でも女性の方が男性がね、ちょっと思いやりの言葉を言ってくれたり、今日は大変だったの、何かあったのって言われるだけで女性の心って意外に落ち着くんですよ。だけど世の中の男性それ知らないの。私は女性も男性の気持ちも分かるので、何か相談された時にはちゃんとそのことを教えるようにしています。そうするとね、先生ね、そういうふうに先生に言われたらね、やっぱりね、気持ちが楽になるって言ってましたよ。ね、だから夫婦が長くなればなるほど、馴れ合いの関係になるじゃないですか。ね、馴れ合いになっちゃう。当たり前になっちゃうんですよ。だけど、申し訳ないですけどね、奥さんだってね、毎日ご飯作るの大変なんですよ。仕事もしてらっしゃる方もいらっしゃるし、お家のお洗濯だとか、お掃除とかしながらご飯作ってるね。それなのに旦那はさ、何も言わないで、美味しいも何も言わないで、もぐもぐ食べてテレビばっかり見てたら面白くないですよね。だから逆を罰するんです。もぐもぐ食べて、何も言わなかったら、テレビ見てたら、こっちから話しかけるんですよ。ね。で、お父さんね、今日こういうことがあったの、こういうことがあったのよって言ってね、お父さんどうこのお料理、私ね、今日ね、お父さんがこれを好きだったと思うから、これ頑張って作ってみたの、どうかしらとかさ、そういうさ、馴れ合いになったら、馴れ合いになるほど、相手の気持ちを考えて、もっとなんていうの、立てるの。そしたら向こうは、あれなんかこの頃変わってきたなって絶対に思うわけじゃない。そしたら会話も弾むわけじゃない。今日はこの料理どうしたのって聞くようになるわけじゃない。だからね、慣れ合いでもう毎日のご飯作るの大変なのよって気持ちもわかる。私もほらね、中学1年からずっとご飯作り続けてきたわけじゃない。もう毎日ご飯何作ろうかって考えてた時期もあったわけじゃない。でもやっぱり私はご飯を作る時の前提は、みんなに喜んでもらう、まして自分も美味しいってものを作ろうって申し訳ない、毎日作ってましたよ。でもうちの旦那は美味しいともあんまり言わなかったですよ。でもやっぱりそれが当たり前だったんですね。美味しいものを作る。だからたまに忙しくて、いつもだったら4品とか5品ぐらい作ったものを今日は3品ぐらいになったりするでしょ。疲れててもう今日はしょうがない、これにしてもらおうと思って作るじゃないですか。そうするとさ、今日はこれだけなのってあっさりと言われた時もありましたよ。って思うじゃないですか。そこなんですよ。あんまり美味しいものをいつも作り続けると当たり前になるんですね。感謝の気持ちがなくなっちゃうんですね。そうすると女性は
って思うわけじゃないですか。だから私はほら、あの時まだ若かったから、やっぱり同じように皆さんと同じように思いましたよ。私こんなにご飯で、うちの旦那とっても厳しかったので、お魚もね、位置が間違えてたり、お箸の位置が間違えてたりすると、どうしてこんなことができないんだって言われたぐらいでしたからね。お箸の位置が右に箸置きが左に置いてあって右に持つようになるじゃない、普通。それをちょっと箸置きは使わなかったけど、お箸をちょっと反対に置いたりすると、こんな恥ずかしいことがよくできるねとかよく言われましたもん。でもそういう結婚生活をしたから今があるわけじゃないですか。でだからお家の方も自分がね、もし言ってもらいたい、この料理美味しいねって思ったら、まず心を込めて料理を作って、お父さんねこれね、お父さんあれが好きだったからこれが好きだと思ったから、私今日頑張って作ってみたのよ、お父さんどうかしらって聞いてみるのもいいと思いますよ。でね、お前本当にいつも頑張ってるね、ありがとうって言うようになるまでに時間はかかりますけど、やり続けて言い続けたら絶対にそうなると思いますよ。だから私はいつも先生ね、うちの旦那本当感謝も心もないからって言うからね、さっきも言ったように自分からまず言わないと言霊だから戻ってこないよって、だから今日からちょっと言ってみるかって言うとね、この間ね、娘さんにそのことを話したんだって、先生がそう言ってたよって言ってみようかしらって言ったら、お父さん変わるかなって言ってたって言うんですよ。いや言い続けたら変わるから。男の人だって女の人だって一緒。心は一つだと思いますよ。優しい心を言われたら優しい心になってほっとしてね、向こうから話しかけてくると思いますよ。いつもなんかイライラしてね、おっかない顔してね、もういたら向こうだって面白くもないじゃないですかね。でちょっと変だけど右礼にしてみません？ちょっとおしゃれしてみません？女としてちょっと努力してみません？なんかさ、慣れ合いになるとさ、変だけどジャージ T シャツ髪の毛ボロボロみたいなあるでしょ。いや女としての色気はいくつになっても必要だと私は思っています。で私もだから結婚してる時はじゃあ忙しい時はジャージだったかな。でも私結構右礼にしてました。だけどほら80何キロとか90何ね、80何キロ太ったりした時とか70何キロってあったから、それでもよく2人でご飯食べに行ったりする時はやっぱり綺麗にそれなりの服を着てね行きましたよ。だから昔ご飯食べに行った時にね、赤ちゃんもいないのに、奥さん男の子だぞそのお腹って言った時ありました。もう笑っちゃうでしょ。って本気で思った。もうね、妊婦服しか着れないみたいなのしか着れないじゃん。だって76とかさ72とかだからさね、そうするとさちょっと不安としたものを着るわけじゃない。そうしたらさ、居酒屋さんで2人でご飯食べたらさ、よそのおじさんが私のお腹を見てさ、元気な赤ちゃんが生まれるよって言われたの。すごいショックだった、本当に。でも今があるからいいけどね。でもほら、人生って長くていろいろあるから、自分の人生を変えたいんだったら少し努力をしてみようよ。でね、旦那さんとまた仲良く、だっていずれ子供たちが大きくなって結婚したら2人だけの生活になるわけじゃない。でその時にどういう風な夫婦になりたいか、どういう風な結婚生活をしていたいかあるじゃない。でいろんな選択肢があると思うんですよ。私この人とはもう無理と思ったら離婚準備に向けて努力をする、生活力をちゃんと身につけるね、その中で離婚準備を努力をして頑張ればいいわけじゃないですかね。耐える必要ないよ、そんなの。全然耐える必要はない。自分らしさを持って自分らしさを育ててまた出発地点をすればいいじゃない。だけどね、結婚生活後悔しちゃいけないよ。後悔しない自分なりの努力、この結構後悔しない自分なりの努力をしたら、離婚しようと思っても全然後悔ないから。結婚生活に私後悔ないって言ったでしょ。全然後悔ない。そこなの。何でも後悔なく努力してみようよ。だから私、娘たちも息子たちも早く家出たじゃないですか。だから2人の時間って多かったから、本当に美味しいご飯、土曜日とか日曜日にはね、お家でご飯、美味しいものを作って、たこ焼きパーティーとかやりましたよ。2人だけなのに。2人だけでたこ焼きパーティー、焼肉パーティー、しゃぶしゃぶパーティーとかってやりましたよ。そして2人で仲良く頑張ろうって、その時は離婚考えてませんでしたから、子供たちに心配かけないように、私たちがね仲良くしてるのが一番いいのよって言って、私はそれなりに努力しました。で2人でよく出かけました。でその時にはもうおばあちゃんとは別居してたん、もうその頃には一緒についてくるのはちょっとやめてもらったので、2人で出かけたりはしてましたよ。だから
夫婦をどういう形にしたいかっていう努力もしてましたよ。だからいつもお料理は作ったし、ご飯も食べに行ったし、2人で飲みにも行ったし、食事にも行ったし、いろんな会話は私の方がいっぱいしてたような気がします。だって離婚する気なかったからね。だけどね、48の時に朝ね、もう俺は働かないからよろしくねって言われた、いろんなことが結婚生活の中であるの分かってましたからね。で、離婚準備を1年間かけてやるわけじゃないですか。だけど生活力はあったから何の困ることないよって言ったじゃないですか。だからそんないろんな形の結婚があっていいと思うんです。だからそのご主人さんとね、よく働いてくれる旦那だったらありがたいありがたいって言って、もっと働かせてもらえるように、健康であるようにね、老後も2人でピンピンで元気でいられるように、どんどんそういう形にあなたが持っていけばいいと思うんですよ。女性も男性もお互いが。だから相手が変わらないのをどうしてなのって思うよりも、自分が変わることによって相手が変わってきますから。で、お父さん運動しようよって誘ってみるのもいいと思いますよ。そうじゃないですか。お父さんさ、そんなに寝てばっかりいてね、テレビ見ながらね、お腹こんなに大きいじゃない、これから体具合悪くなったらどうするのって言って、まず私から、自分からね、運動し始めて痩せるようになったら、お父さんぼちぼち一緒に歩かない、一緒に散歩したりして、いろんな話をしたり、お父さんとしてみたいわっていうのも私はありだと思ってます。別れたくないんだったらそうやって努力しようよ。別れたいんだったらさ、もう努力はいらないから自分を磨こうね。だって別れたいんだもんね。自分の人生を、第二の人生をやるわけでしょ。別にもういいと思うよ、私。だって後悔する一生を送るんだったら、別れて自分の人生作った方がいいに決まってるじゃん。だけど申し訳ないけどね、離婚してね、得しないのはね、得しない女の人は本当に。だって年金だって、ご主人さんがもしだけど年金の分配はあなたが悪いことしてなかったら、浮気とかしてなかったら分配は法律で決められてるから、年金事務所に行ってご主人さんの年金と半分もらえるような手続きはできると思います。だけど慰謝料とかああいうものはもう無理かな、年を取ってからの離婚は。だからでも自立さえしてれば、年金と自分のね、生活、元気だったら生活収入でなんとか食べていけるはずです。旦那の年金に、わずかな年金の旦那の老後を見るために一緒にいる必要は私はないと思います。だって後悔するもん。だって老後見るって大変じゃないですか。好きな人でもない、なんかこの人何って思う人の老後なんか見たいと思います？私見たいと思いませんでしたよ。だからね、そこです。だから自分の人生をどこで切り替えるかね、それは大事だと思いますよ。だけど人生はやり直しは聞くけど、結婚を後悔するような結婚だけはしてほしくない。だから自分の人生の結婚は私良かったわって思うような結婚の努力をしてほしいの。これは大事。だから自分はさ、好き勝手なことしてランチして、お友達とランチしながらさ、旦那の悪口ボンボン言いながらさ、ランチして、うちの旦那さ、もうひどいわよねって、それは絶対言っちゃいけません。いいですね。働いてもらってる以上、感謝の気持ちはあっても、旦那の文句を他人に言ってはいけません。いいですか？そこなの。私ね、多分言わなかったような気がする。言ってる暇もなかったんだけどね、忙しくて。もうランチしてる暇なんないから。もう忙しくてランチなんかできないのよ。だって、コストも一人前のバレエダンサーにするにはどうするかってずっと考えるわけじゃない。もう覚悟決まったら、もうね、さっきも言ってるけど、いつも言うけど、覚悟決まったら何もないわけ。だから旦那のことなんか無視してもう自分で働きながら子供たちに一人前するから、もうさ、旦那の悪口なんか言ってる場合じゃないのよ。もう自分必死毎日。これが今があるわけ。だから人生に後悔ないって言うんでしょ。それなの。だけどね、暇さえあればさ、ランチに行ってだよ。それも旦那の働いたお金でね。そこで友達とべちゃべちゃ喋りながら何時間もね。で、旦那の悪口を言う人いっぱいいるんだね。知ってる、私も聞いてるもん。うわーって思って、私こんな人と結婚したくないと思うよ。だからね、うちの患者さんでね、先生さ、俺結婚したくないんだよねって男の子がいたの。どうしてって言ったらさ、俺さ、営業でさ、他の人たちとコーヒー飲んだりする時があるんだって。そうするとね、奥様方たちがさ、みんなランチに来てて、みんな旦那の悪口言ってるのを聞くんだって。あれを聞くとさ、先生、俺結婚したくないよなって思うよねって。その通り。そんなのとは結婚するなんて私は言うよ。どうせんでしょ。そんなのとは結婚するな。そういうのと結婚するのに、そういうのを結婚するようになるにはあんたが悪い。あんたがそういうふうに悪口を言われるようにするからいけないんだっていうの。そこなの。
なんで旦那の悪口を言う？旦那を立てていっぱい働いてもらったら、お金であるんだらラッキーと思って、うちのお父さんいっぱい働くの嬉しいわ、だからあんだったとこうやってランチできるの嬉しいわって言ってたら、それで丸く収まるわけじゃん。悪口言ったらその悪口全部自分に返ってくるから、今度いいでしょ。そうでしょ。だって悪口言ってるんだもん。旦那って働かないのよ。あんな低給料って何言ってんの、あんた働いてんのって言いたくなっちゃう時もある。旦那が低給料で安いんだったらあんたが働きなさいよって言いたくなっちゃうね、私。でしょ。だってそう思わない？旦那のお給料少ないくせになんでランチできんのって思わない？旦那の給料少ないんだったら旦那と一緒に働くの。旦那の悪口言ってる場合じゃないの。お給料少ないって言ってる場合じゃないでしょ。そう思いません？私の言ってること間違えてる？絶対間違えてないよ。でね、旦那をねバカにしたらバカにするだけ自分に返ってくるから。だって旦那バカにしてんだもん。あなたもバカにしてるわ。あなたがバカにしてるの、自分を。旦那の悪口を言ってるようだけど全部自分に返ってくるの。だからこれを聞いてね、あ、先生私ね本当にそう思うっていう人が絶対何人かいるはずなのね。そしたらやり直そう。今日の YouTube を見てやり直して、まず旦那に感謝。ランチ行ったらうちの旦那ね急に働くようになったらならなくてもいいから、いいのそんなことはどうでもいいの。でも旦那の悪口を言うんじゃなくて旦那を褒めるの。そうするとね、自分にも褒め言葉が戻ってくるようになるから。言霊ね、いつも言うじゃない、言霊。いいことを言えば全部自分に戻ってくる。人生それだから。だからそうやって旦那を立てて感謝して、お父さんありがたいわ、お父さん今日一日働いてくれたからね、お父さんのために今日はこれを作ってみました、お父さんのために一品ちょっと私よりも多くあげます。これなの。ちょっとした心遣い、これで人生変わってきます。そうなの。でね、なんか私人生本当にこんなに頑張ってるのに、なんで私の人生ってこんなにつまらないのかしら。いや自分でつまらなくしてるの。わかる？自分でつまらなくしてるのよ。だって自分でそういうふうにいつも考えてるのもそうじゃないの。ワクワクドキドキしてね、お父さんのこと、家族のこと、子供たちのことを考えながら、みんなのためにご飯を作ったり、お父さんのためにみんなにでも差をつけてあげるの。こうね、だったら何だったってそうでしょ。見てる人たちはそうでしょ。なんか差をつけられたら嬉しいと思わないでしょ。どこもそうなの。誰でもそうなの。だからね、いつも自分がやってもらいたいことを他人にまずするの。自分がやってほしいこと、言ってほしいことをまず相手にやるの。そしたらみんな帰ってくる。私なんかね、毎日帰ってくるもんだって。だって毎日言ってるから。そうでしょ。だから前にも言ったじゃん。今までずっとご飯作っててきたらなんか知らないうちにご飯作れなくてよくなったって言ったでしょ。でご飯作ってくれるじゃない。失敗もあるのよ、たまに。何言ってんの失敗なんて。褒めるの。もうね、褒めて美味しい。これちょっと味薄いけどこれさこうした方がいいというような気がするんだけどどうかしらって言うとまた今度変えるから。でもまた忘れるの、年齢的に。でもいいの忘れても作ってくれて美味しいって言っててくれたらみんな作ってくれるわけじゃないね。だからそこなの。だからお料理作ってる人は相手の気持ちを思って、相手のことを思って、あ、お父さんこれ好きだったわって言って買ってくるじゃない。でただ差し出すからダメなのよ。お父さんありがとう、今日一日働いてくれたからこそお父さんにご褒美ってあげればいいんじゃない。それでいいの。楽しくない？それだけで。私ね、これでね、夕飯楽しくなると思うよ。家族、子供たちだってお母さんどうしたんだって最初は言うと思う。でもさ、どう思う？だってさ、お父さん楽しくなって働いてくれるよ。うまく仕事してくれると思うよ。お父さんね、辛いこと言ったらね、あったらね、私にちょっと話してみて。よくわかんないけどなんか言ってくれるだけで心安らくになるかもしれないから言ってみてごらんって言ってくれたら相手の話し相手になってみて。もうね、それが大事。あなただってほら何かあった時お父さんねって言ってもらいたい、なんか聞いてもらいたい時あるじゃない。でもまず聞いてもらってもお父さん聞いてくれないじゃん。なぜか知ってる？あなたが聞いてくれないからお父さんも聞いてくれないの。だからあなたが逆にお父さん今日は良かったねってどんどん話しかけて、どんどん何か言ったら向こうも聞いてくれるようになるよね。でも文句ばっかり言ったら聞きたくねえな、うっせえな、毎日同じことばっかり言ってってなるわけじゃん。そうじゃないの。もう感謝の気持ちとね、お父さんね、こういうこともあったの、ああいうこともあったの、今日は良かったわっていいことを探すの。悪いことはいいの、もう無視しちゃっていい。自分にも悪いことはある、みんなあるじゃないね。だけどそんなことね、毎日思ってると忘れちゃうから、今度いろんなこと、いいことだけ
そこなの。だから相手の悪口を言うんじゃなくてね、お父さんのことも言うんじゃなくて、お父さん感謝してる、ありがとうって言って、さっきも言ったようにね、もうこれからサンマ美味しいから今年いっぱい取れたらしいよ、サンマ焼いてあげるとかさ、お父さんに特別よって愛情を込めてサンマ焼きました。このね、愛情を込めて、もう本当に素敵だと思わない？もうラッキーってお父さん、最初はね、お父さん大丈夫かこいつって思うかもしれない。だって言ってないのよ、今まで言ってないのがね、突然お父さんありがとうね、愛情を込めてサンマ焼いたの、お父さんどうかしらって言ってごらんなさい。いいと思う。私もこれね YouTube で何度も聞いてやって、そしたらね、あなたに返ってくる言葉はね、突然すごいことも返ってくるわよ。だって言ってんだもんね。そこ大事なの。だからね、お父さんに長生きしてもらって、お父さんの生活で食べていって、お父さんと一緒にいたかったら、これね、ほんと40代まだ忙しいかな、50代ぐらいで2人だけになった時にやってごらんなさい。マジすごいよ、ほんと。ちょっとブスッとしてるお父さんもはとか思いながら笑いになるから、これね、笑いになるから、おいお父さんさ、笑うじゃない。笑ったらね、お父さんこれね、YouTube 見たらね、ある人がこう言ってたので、私ね、そう思ったからね、始めてみようと思うの。お父さんね、私これからね、その YouTube のね、魔女のたわごとでもいいわよ、何でも私の名前言ってもいいわよね。私会社さんに先生が言ったって言えって言ってるからね、先生がねこう言えっていうから、私ちょっとやってみようと思うの、続けてみようと思うの。お父さんやってみるから一緒に楽しもうねって、それでいいと思うの。人生なんてそんなもんよ。たった一言、感謝の気持ち、愛情、自分がやってもらいたいこと、言ってもらいたいことをその場でふっと話すのよ。お父さんさ、2人でこんなね、子供たち大きくなったらさ、旅行に行ってみたいよね、世界クルーズ行ってみたいよね。すごいね、夢は。でもね、昨日ね、私ね、ちょっと宇崎竜道見に行ったので、その帰りね、4人でお友達とね、お寿司屋さんに行って、で彼もね、ほんと昔やんちゃな人間でね、もう本当にやんちゃだったんだけど、奥さん素晴らしい人なの。でも彼も素晴らしいのよ。でもね、そのやんちゃな彼がね、奥さんにね、本当に奥さんにうまく操られてるのでね、彼がね、本当に奥さんのこと大事にするの。昨日もお寿司食べててもね、あれ食べるかこれ食べるかって2人でやり合うの。2人で住んでる。今息子さんも帰ってきてるけどね。でね、本当にあなたたちいい風になったねって。そしてね、この間2人で4人でご飯食べてね、昨日ね、10日間日本一周クルーズをすることをね、ちょっと約束したの。来年あたりしたらちょっと10日間やろうかって。そこじゃない？それなのよ。だからさ、人生の後悔のないように。で、私も言ったじゃない。離婚してこの人生を掴むわけじゃん、また。だから60で離婚してもまだ大丈夫だから。いくらでも素敵な人見つけられるから。だけど後悔してね、ずっといるんだったら別れちゃう。いい、それで。ただ経済的なことをしっかりと頑張ってねって、それだけは言いたい。いいで、でも私は離婚したくないの。お父さんとまだ一緒にいたいのという人は、わかる？今日から愛情を込めていい？一つ絶対にお父さんに特別なものを1日1個ピッて出した。お父さん愛してるよ、お父さん大事だからね、ありがとうって言ってね、渡してちょうだい。いいね、これ続けてよ、絶対だからね。もう本当にいい老後、2人の生活、幸せなこと待ってると思うよ。そしたらね、2人で運動してさ、元気でさ、お水も飲んで、お水飲ましてね、お父さんに。死んじゃうと困るから。いや、死んじゃってもいいんだけどさ、ピンピンコロリならそれしょうがないじゃん、運命だからね。だけどほら、寝たきりになっちゃったりすると大変じゃん。お父さんに寝たきりになっても困るの。だからさ、お水飲んでって言ってほしいし、言うこと聞かなかったらもう面倒くさくて、もし寝たきりになっても知らないからねって、それは喧嘩してもいいと思うよ。でもまず自分からさ、お父さん、私ね、お父さんの面倒を見るために頑張るわって言って運動し始めるのもいいと思うね。で、お父さんさ、私ね、こんなに頑張ったんだから、お父さんも一緒に今度頑張ろうよって誘ってみるともいいと思う。でも、こうやってさっきも言ったけど、ご飯でお父さん愛情あるよ、お父さんに対してとてもありがたいと思ってるよっていう言葉をさ、いつも言ってあげたら、お父さん少しずつ心が変わって、穏やかになって、お前さ、どっか一緒に旅行でも行くか、ご飯でも食べに行くかっていう風に、だんだん心は変わってきます。でも、変えるのはまず自分ね。まず変えようと相手を思っちゃダメ。相手は変わらないから。
なぜ変わらないかって、あなたが変わらないから。だから自分が変わったら必ず相手も変わります。そしたら人生変わります。みんな幸せになります。健康になります。子供たちもあなたたち夫婦を見て、お父さんとお母さんの夫婦のようになりたいって。そしてさ、またさ、これもさ、娘たちがさ、いろんなことがあった時に教えてあげればいいじゃん。あなたたち、あなた旦那さんにちゃんと愛してる、愛情を込めて言ってるって教えてあげればいいじゃん。でしょ？だからね、学びなんだよね、すべて。人生は学び、経験。だから、今つまらないと思っても、あなたが変わって愛情を込めてご主人さんに愛情を示したら、あなたに愛情が返ってくるようになって、夫婦二人で仲良く暮らせてね、楽しい人生が暮らせると思いますよ。子供たちもそれを見て、お父さんとお母さんのようになりたいって思うようになってきますよ。だからそこなんですよね。だから子育ても大事ですからね、必死に頑張りましょう。子育てしてる人たちが見たら、もう子育てしてる時はね、お互いに頑張りましょう。必死に子供を育てましょう。自立できるような子供に育てましょう。ね。本当にそれは大事だと私も今も思っています。この日本の国が明るく元気でみんながパワーのある国になるように頑張って生きる子育てをしていきたいな。それには必死感が大事です。覚悟が大事です。覚悟して子供を育てましょう。ね。動物だって、この間来たツバメちゃんだってみんな覚悟をして短い間に子育てしてますよ。人間ですよ。いつまででもそばに置いて、いつまででも外の経験をさせないでいるのはそうだと思いますよ。だからでもまず自分から変わっていきましょう。まず自分の目の前にある旦那を大事にすること。そして感謝の気持ちを込めてね、ランチに行って悪口を言わない。友達にも会ったら、ね、突然ごめんね、これからね、もう旦那を褒めることにしたのってお互いに来ましょう。そしたら向こうの一緒のランチに食べてる友達も、変わったわね、あなたって言うと思うよ。それでいいと思うの。幸せなね、人生を一緒に過ごしましょう。で、切り替えも大事ですよ。私もここまでやってダメ、この人とは一緒に無理だわって思ったら、自分が変わってみて向こうも変わらなかったら、いいんじゃない？自分だけ変わっていけば。だからそれでいいと思う。だって私が自分はこんなに変わってるのに相手が変わんないんだったら、無理じゃん、そんなの。ね。だったら変わればいいじゃん、自分が。ね、離婚してまた別の道歩めば、また素敵な人見つかるかもしれないじゃん。見つからないなんてかわからないわけじゃん。でしょ？だけどいつも心はウキウキドキドキ。自分にも感謝の気持ち、ありがたいっていう気持ちをいつも持ってたら、必ず相手もそういう人が来ます。そうでしょ？だって自分がそう思ってるんだもん。私もそう思ってますよ。だから同じような人が来たのかなって思いますよ。だから今私もね、彼ともいつもね、本当にここだけだ言うけど、愛してるって言いますよ。毎日言いますよ。会ってる時は必ず言いますよ。何回も言います。そうなの。口癖だからもう。ね。もうね、口癖なの。もうね、口開けば愛してるっていうの。いいの、口癖だから。ありがとう、美味しいっていうの。それでいいの。口癖でもね、毎日愛してるって言われてごらんなさい。毎日は言わないけどね。会った時だけは言うから。ね。家族の中に前にそうやって言ってくれる人がいたら嬉しくありません？楽しくありません？頑張ろうと思いません？そこですよ。言われたいと思ったら言う。言われたいと思ったら言う。尽くしてもらいたいと思ったら尽くす。でも尽くしても言われてもダメだったら別れる。ね。自立する。これがいいと思いますよ。今日はこういう話をしてみました。またチャンネル登録よろしくね、お願いします。いつも面白いことを教えるけど、でも本当だよ。頑張ってみてね。なんかコメント待ってるね、この YouTube の。もうやってみました先生って、はいよって頑張ろうね。でもね、継続は力。まず1年は頑張ってみな。そしたら絶対に帰ってくるね。まず途中でやめちゃダメ。いろんなこと途中で頑張っちゃダメだよ。頑張ろうね。待ってるね。バイバイ。またね。